ブラックジョークっていう言葉は僕はねあんまり使わないんですよ。なんでかっていうと海外のコメディアンの間ではブラックジョークが全てなんですよね。っていうか日本だとなんとなくお笑いがあってお笑いはなんとなくまったりしててでブラックジョークっていうのが特別なジョークのように思ってるんですけど基本的にイギリスとかアメリカとか、それ以外の国でもブラックジョークが基本なんですね。でブラックジョークってのはちょっと世の中に対する批判批評分析っていうのが入ってると思うんですけどこれは脳科学的に言うと、メタ認知といって自分たちの置かれている状況を客観的に見ることなんですね。ですからよくなんか日本の方はブラックジョークっていうとなんか人が暗くなるとかなんか怒ってるようなそういうのがブラックジョークだと思ってるかもしれませんがむしろこの世の中でいろいろ矛盾があったり困ったことがあったりするときにそれを笑いにして前向きなエネルギーに変えるのがブラックジョークというか批評的なコメディなんで基本コメディというのはブラックジョークなんだということを考えていただけるとですねさらに日本のお笑いの文化も豊かになっていくのかなと思います。この番組はエイブル清水建設 JT の提供でお送りします。Imagination is more important than knowledge. すごく大きなスタジオでびっくりしました。なんか秘密基地感がすごいなと思って。ジュエリーブランドハスナの代表の白木夏子です。起業で社会課題に挑みたい君へという話をしたいと思います。仕事をするのってすごく自分のエネルギーも使いますし時間もすごく長く使うじゃないですか。じゃあその仕事の時間自分がすごくワクワクしてよりエネルギーを注げることだったらもっと人は喜べるというかもっと多くの人が喜べる社会になるのではないかと私は考えているんですよね。大企業には解決できない課題って世の中に山ほどあって小さなニーズですよね、生活しているとこういうサービスがあったらいいのになとか、こういったことを作り出せるのがやはり起業家の仕事だったりするので、それはすごく楽しいんですよね、特にクリエイティブな感性を持った方にはより挑戦してもらいたいなと思っています。起業家というのは、会社を作るっていう仕事とかチームをマネジメントしていくっていう仕事はある意味一つの職業だったりするので始めるんだったら早い方を私はお勧めしていますね。GAFA とかああいうすごく大きなテックカンパニーみたいな起業の仕方も、ある一方で全員起業したらいいのにっていう小さな企業で全然いいと思ってて1社の1000億円のスタートアップを作るよりも1000社の1億円の企業を作った方がなんかハッピーな気がするそれは自己実現だったりとか自分の夢を本当に自分で足で自分の手で頭で叶えているっていう自己効力感というかそしてそれがビジネスとして回って周りの人たちを幸せにしていくでそれがやがて社会を変えることにつながると思っているので。学生たちは増えているかなと思います。学生とあと若い人たちあとはですね女性で、それこそ大企業の中でずっと働き続けるのではなくて出産とか子育てに合わせてフリーランスを目指していくという方とか Z 世代の子たちは特に最初からフリーランスで独立することを考えて最初の就職先を選んだりする子たちは増えてるなとより自己実現を考えている子は増えてきたかな。ただ日本の未来を考えた時に
GDP はね多分おそらく下がる一方だと思いますし、高齢化も進むし、人口も減るしで市場環境としては本当に全然良くないから、一人一人に世界どこに行ってもサバイバルできる能力を身につけてほしいって本当に思っていて、なので日本のためにっていうのも本当大事なんですけど、私も日本が好きなので日本は栄えてほしいなと思うんですけど、その一方で世界でも稼げる能力をつけてほしいなとも思いますね。強い個人が多くいるかどうかっていうことですよね。人口は確実にこれから減っていくので、じゃあその個人がいかに生産性を上げていけるかというか、いかに稼いでいけるかどうか、それが日本だけではなく世界で、それがやがて日本を強くすることなのかなと思っているので、多くの人に自分で生き抜ける能力を身につけて、できれば本当に海外にも出て自分の能力を試してもらいたいなと思ってます。もうずっと馬が大好きで、俯瞰して物事を見る、意味。トラウデン直美の独り言。もうずっと馬が大好きで、8歳ぐらいかな、8歳ぐらいからずっとこう乗り続けてはいて、で大学生の時にちょっとブランクがあったりとかもあったけど、最近またものすごく熱が入ってたくさん乗ってるんですけど、久しぶりにその私が行ってる乗馬クラブの校長のレッスンがあって、この校長も私が8歳の時から知ってるから、第二のお父さんみたいな、校長が乗ってるのを見て、馬の動きとかその馬が生き生きしてる感じとか見て、もうなんかワクワクしちゃって、ワクワクしすぎて笑みがこぼれるみたいな、なんかちょっとこううわーみたいな興奮からちょっとこううるっとしちゃうみたいな、私もいつかあそこまでできるようにみたいな気持ちになって、そういう感覚ってものすごく大事というかいいなと思って、なんか改めて私馬好きなんだな、乗馬好きなんだなってこう実感できたんですよね。ではその客観視する、客観的にちょっと熱くならず俯瞰して物事を見る意味ということについて話したいと思います。母が気功みたいなものをねずっとやってて、連気重心法という、気功を使った体操みたいなものを私も中学高校と週1回ぐらいそのレッスンに通って、そこでこう瞑想したりとかですね、体を動かしてこう気の鍛錬を行うみたいなことをやってた時期があったんですね。確かですね、私は基本的にその本当失恋も多くてですね、高校の時かな、すごい好きだったけどやっぱりうまくいかないっていう状況があった時に、連気重心法の先生は島田明徳さんっていう方なんですけど、何を聞いてもいいっていう、当時中学生高校生だった私が失恋したけどハマっちゃって落ち込んでる状況をどうすればいいでしょうかとかって聞いてたことがあって、そのハマりきってる時はもうそこのハマった苦しむしかないけど、そこから少し離れて自分を見れる時が来るからね、その時にもっとこういうふうに考え方とか体の使い方を、気の回し方を変えていけば苦しみにどっぷりはまることはないっていうことを分かるようになるけど、多分今何を言ってもそこは分からない時期かもしれないから、その苦しんでいる自分というのを見つめ続けるしかないですねみたいなことを言われて。
同時に島津先生が書いた本なんかも読んでたんですけれど、その本ですごく分かりやすかったのが、よく犬がいるじゃないですか。で可愛いチワワがいると可愛いって思うんですけど、本当は単なるチワワという犬がいるだけなのに、今まで自分が培ってきた人生の中で小さくてぴょこぴょこ動いて可愛らしい犬っていう自分のやっぱりそれまで培ってきた価値観っていう可愛いっていうのがついてるんだと。その可愛いとか汚いとか嫌いだとか好きだっていうのは結局は自分の中の価値観の中で後付け的に見ているものなんだよって。で本当はもっと単純に犬がいるっていうところを素直に見ればいいんだ。心の価値観とか思い込みを流していく訓練みたいのが、要は必要なんだなっていう。やっぱりみんなそれぞれが正義だと思ってね動いてるところがあって、私だったら入管法についてはこれはやっぱ廃案にすることが正義だみたいに思ってるけど、そうじゃなくて少しでもそれを修正して前に進めることが正義だって思う人もいれば、立場によってねやっぱ自分が思う正義ってやっぱり違うんだろうなってことはすごく分かるんで、入管に関しては入管庁の幹部も私やっぱりインタビューするので、この人本当ゼノフォビアひどいなっていうね、外国人嫌いなんだろうなっていう人もいれば、やっぱり最近ですね幹部につく人たちって結構私とやり取りしててももう暑いなとか言って、それでその外国人どういう状況なのって聞いてくれたりして、やっぱりその外国人に対する理解もかつてその批判を受けていたような幹部とは全然違う判断をしてくれたりとか、そういう入管って言ってももうそれだけが全部悪ではないってこともやっぱり一人一人の人間と向き合うから分かるんですね。そういう意味では確かにその自分のこうだって思い込んだ感情にはまりきっちゃいけないみたいなことは取材の体感でも感じてきたし、気候とか瞑想をやっぱりちっちゃい頃から母の影響でやってきたことも確かに少し影響してるのかな。雀士になりたい君へということでお話しさせていただきます。物の価値って何っていうことについて、なんか素敵な空間ですね。私もここに並ぶんですか？素敵。プロマ雀士の松島桃です。プロマ雀士になりたい君へということでお話しさせていただきます。なろうと思って生きてたわけじゃないんですよ、私も。まず京都大学法学部に入学したんですけれども、法学部にいるなら弁護士とかみんなも言ってるし、ロースクールに行こうってなったんですね。私結構能天気な性格であんまり嫌だなって思うことなかったんですけど、試験前になると本当に体調が悪くなったりとかして、最後の卒業前の試験が終わった時に2週間ずっと熱に浮かされ続けて、自分の人生どうしようって思った時に、私ずっと麻雀やってたな、そういえばプロ雀士勧められたことあるなと思って、もうそこからはもう勢いで好きだという気持ちだけでなりました。なんか時系列が複雑で、ロースクール出ました、司法試験受けました、合格発表前にプロ試験受けました、プロ試験受かりました、で司法試験の結果が出ましたみたいな感じだったんですよね。私大変なんですよね。択一試験って言ってマーク式の試験もすごい長時間やるし、論文試験もなんかもうボールペンでずっと書かなきゃいけない試験を立て続けに受けさせられて、結果なんか択一は受かってたんですけども、やっぱ論文はその中途半端な勉強では全然。好きを探そうっていう時に、なんか好きって多分普段そんな意識するものじゃないのかなって当時思ったんですよね。あんなに自然に何年も続けていられたものって麻雀以外ないかもなって思ったんですよ。それってもうめちゃくちゃ好きじゃないですか。そこに気づいたんですよね。じゃあ次はこれが仕事にできるのかっ
ってだんだん具体的に考えていった感じですね。筆記と面接と実技って全パートあるんですけど、何を切るとか、これは何点とか、これは何待ちとか、切る牌を選んで理由まで書きなさいとか、あとはもう麻雀業界のこのタイトルを持ってる人の名前は何でしょうとか、もう多岐にわたっていろいろ出ます。実技は勝ち負けというよりは所作をきれいに打てるか、点数計算ができるか、ちゃんと理にかなった打牌をしているかみたいなのを試験官がぐるぐる回って。でも麻雀って多分されてる方はご存知だと思うんですけれども、どうしても強い人が絶対に勝てるぞっていうものではないので、その結果だけで見ちゃうとその日たまたま負けちゃった有能な人が取れなくなっちゃったりするので、結果はそこまで見ないです。でも私も別に好きだったもの、たまたま麻雀って結構世間一般に見たら扱いづらいものだと思うんですよね。でもそれを突き詰めてちゃんと考えたら仕事になった。皆さんも行き詰まった時に振り返ったら、ずっと続けてきたもの、自然にできていたもの、人に褒められたことがあるものって絶対にあると思うんですよね。でそれをじゃあ突き詰めて将来にどうやってつなげようかっていうふうに考えていったら、きっと楽しく仕事して生きていけるんじゃないかなっていうのを思います。物の価値って何っていうことについてちょっとお話したいと思います。物の価値って本当に難しいと思うんですよ。一番分かりやすいのはその値段でしょうかね。価格っていうものに置き換えるのが一番分かりやすいのかもしれないけれども、ただそれも大富豪の1万円と小学生の1万円じゃ多分違うと思うんですよね、価値はね。私自身その時計の値段を決める時っていうのは結構非常にざっくりっていう感じでですね、これどのくらい時間かかるかな、このぐらいなのかなみたいな、もっと高くてもよかったかなとかっていう思うこともありますし、だから合ってないようなもんですよね。で正直自分の値段をつけて売り出す時が一番緊張しますね。問い合わせ一件もなかったらどうしようとか、だけどこのぐらいはもらわないと多分生活できないなみたいな、そんなに儲かる仕事ではないですね、この規模で。私の場合は1年で、1本か2本ですね、今作れる数がですね。ただそれ以上にお金以上に面白いとかワクワクできるとか、誰かに指図を受けることなく自分で好きなものを、自分のベースで作れるとか、お金に換えられない価値というかですね、良さとしてあるのかなと思いますけどね。やっぱり時計、どんなものにせよこの最終的なこの完成品だけを見て、その背後にあるストーリーというか、誰がどこでどんな風に作ったのかっていうのはなかなか伝えることは難しいと思うんですよ。特に今本当にもう AI とかもすごいことになってて、一瞬でこんなの絵が描けちゃうのみたいな時代なのでですね、特にこのプロセスっていうのが大事なのかなっていうふうに思うんですよね。なので1年かけて制作プロセスをですね、自分で一枚一枚写真を撮って一冊の写真集にして時計と一緒にお渡しするようにしてるんですね。やっぱり自分でやるにつれて、その他の時計と自分の時計の大きな違いって何なんだろうと思った時に、やっぱりこのプロセスは全然違うよなと思って、でやっぱり自分自身がそのプロセスを楽しみながらやってるものなので、そのワクワクとか面白さっていうのを自分だけのものにしとくのはもったいないなと。じゃあ写真集にしてこうやってあなたの時計は生み出されましたっていうのをお客さんにもその一部だけでもですね伝わればいいかなと思ってやってますね。やっ
っぱり私の作ってる時計って一本一本が全部違うんですよね。そのお客様と対話しながら要素を取り入れたりだとか、そのプロセスに価値を感じると思わない人は私の時計を買うメリットはないと思うんですよ。なのでそういう他ではできない体験だとか、そういうものが形になっていく面白さだとか、本当私とそのお客様との共犯関係みたいな、なんかその狭い世界の中でのお互いが共有している価値みたいな、この意味はどんな意味が含まれてるんだろう、これって2人の秘密みたいなところがあるんですよね。やっぱり最初に見て、その瞬間の価値、これは非常に大きな価値だと思うので、リスクはありますけどね、なんか開けてちょっと思ったのと違うっていう風になるリスクはあるけども、ただだけどやっぱり開けて初めて実物こんなすごいっていうその瞬間はやっぱり台無しにしたくないというか。自分ではあんまりやろうと思ってなかったようなこととか、お客様から頂いてっていうことも結構ありますね。それによってチャレンジっていうのも結構生まれますし、やっぱりある程度ものを作ってくると自分の思ったものを自分で形にするっていうのはできるようになっちゃうんですよね。逆に今度はお客様からお題をいただいてそれを形にして喜ばせるっていう方がより面白いというかですね、ちょっと難易度が上がるんですけど、それがうまくやっぱハマった時の喜びというか、やってよかったなっていう思いがやっぱり非常に大きいんで、売るところまでやっぱり自分でやりたいんですよね。そのお客様に収めてリアクションをいただくっていうところまで含めて、私にとってのそのものづくりの価値というかですね、醍醐味だなというふうに思うんで、やっぱりそういうお客様とのつばぜり合いとは言わないけど、やっぱりそのもらったやつで1年かけてちゃんとやるぞ、それがないとだけど生活もできないぞみたいな、やっぱりそういうひりついた感じがあるから、ある意味いいものもできるっていう気もするんですよね。だからもう納期いくらでもいいです、お金もいくらでも出しますって言われたら多分何もやんないと思うんですね。もうダラダラしてて、やっぱりその納期があってその中でやらないといけないで集中してやる、なんかそういうのがあるからいいのかなとも思います。はい。クリエイティブは私を大事にする。クリエイティブはみんなを大事にする。この番組はエイブル、清水建設、技術は愛だ。 JT の提供でお送りしました。そういうことだ。